皆さんこんにちは、さきです。本日はですね、先ほどコストコに買い物に行って帰ってきて、今日はコストコの購入品動画を撮ろうと思います。今日は頼まれていないんですけれども、勝手になんとなくコストコの購入品気になるっていうお声をいただいたので撮っていこうかと思います。今夜なんだけどさ、キッチンが暗くってちょっと今照明焚いてるんだけど、メガネ反射しててごめんなさいっていう感じ。まあいっかっていう感じで紹介していこうと思います。ちょっと今冷凍品は冷凍庫に今入れてて、最後に出そうかなと思います。たくさんあるんですけれども、何から紹介しようかな。まずはどうでもいいやつから紹介するか。まず1つ目、バナナです。オーガニックバナナ、別にオーガニックにこだわってるわけではないんですけど、コストコに大量のやつがバナナあったのでバナナを買いました。平日はだいたい朝、アイスコーヒーで済ませることが多くて、あんまり食べないんだけど、朝ごはんみたいな感じでは、だいたい朝フルーツカットして、それを、タッパーみたいなのに入れて会社持ってって、お昼はランチに行く時間があんまり一日の中で取れないので、基本的にはサクッとデスクで仕事しながら食べれるように、オイコスとかヨーグルトだけ買ってオフィスに置いといて、それと持ってきたフルーツを一緒に入れて食べるみたいな感じで、いつもお昼仕事の時のランチは一人で食べてますっていう感じで、バナナ必須アイテムなので買いました。日持ちそんなにしないよねってことで、ちょっと大量にあるからちょっと青めのバナナを選んできたんですけど、私結構ね硬めのバナナが好きで、あんまり甘くて熟されてる世でいう美味しいって言われてるやつがあんま好きじゃなくて、どっちかっていうとこういう硬めのやつのバナナが好きなので、この青めのやつを買いました。なので青くないって思う人もいると思うんですけど、気にしないでください。じゃじゃん、これ初めて買いました。レッドグレープフルーツ。このさ、カークランドみたいなよく見るよね。ここのメーカーのやつ今日何個買ったんだけど、有名系。ちょっとマジでリアルにさっき帰ってきたんで何も開封してないんですけど、開封していこうと思います。12個入りって書いてあった。超いいじゃん。小分けになってる、なんていうの、カットフルーツみたいな感じですね。超助かる。賞味期限が結構先だった気がするんだよね。2025年7月23日なんで、来年まで持つ。さすがにこの12個の量は来年まで取っとかないんだけど、日持ちもするしいいなっていう感じ。これ冷凍しといてもいいと思うし、私結構フルーツ冷凍しちゃうんですけど、冷凍しといてもいいのかなっていう感じ。自分でバナナとかいろんな種類カットして持ってくんだけど、それの中にこういうのも一緒に入れたりとか、あと夜帰ってきてもご飯食べに行く時もたまにあるんだけど、基本的にはヨーグルトまた作ったりとか、アサイーボウル作ったりとか、そういう時に、わざわざグレープフルーツ1からカットせずに食べれるので、こういうのは平日かなり重宝する。続いてドデカオレンジジュース。めっちゃでかいの、このオレンジジュース。ストレートのオレンジジュースですね。2リットルだって。旦那様がオレンジジュースとかそういうジュース系好きでよく飲んでるので、うちのお家にはアイスコーヒー、水しかないので、あとはお茶を私よく作って飲んでるんだけど、デトックスティーみたいな、そういうのしかないので、旦那様が飲むように買いました。私はあんま飲みますね。アイスコーヒーです。今までは会社に行く途中のセブンとかでアイスコーヒー買ってから出社するみたいな感じだったんだけど、もしくはちょっと贅沢な話なんだけど、毎朝ウーバーでスタバのアイスコーヒーを頼んでからみたいな感じだったの。でもウーバーだと、アメリカーノのいつもベンティーサイズ頼むんだけども、だいたい1000ちょいぐらい手数料もかかって、配達料手数料かかって1000円ちょいぐらいするわけ。この間クレジットカードの明細見た時に、30万以上はウーバーに毎月かけてて、すごいもったいないな、だったらバッグ買えるじゃんみたいな風に思って、むやみにウーバー使うのやめよう、32歳だしと思って自分で作るようにしました。ゆとりのある朝迎えてる気持ちになるし、自分で薄さを好みに変えられるのでいいかなってことで、水に溶かせるタイプのやつにしました。でまたアイスコーヒーなんだけど、これは普通のパウチタイプのやつ、1リットル1リットル2個セットでした。これで1000円ぐらい。おかしくない？これで1000円ね。スタバのベンティ1回ウーバーで頼むだけで1000円超える。どう考えたって自分で作った方がお得じゃんっていうことで、買いました。とりあえずアイスコーヒー。あと
お家で仕事する時とか休日もメイクしながらアイスコーヒー飲みたいタイプなのでっていう感じで買いました。続いてグリークヨーグルトです。これノンファットのやつもあるんだけど、ノンファットのやつはコストコ置いてなくて、正直別にヨーグルトだったら何でもいいし、普通のヨーグルトも水抜き半日とか時間があれば水抜きして水分取って普通のグリークヨーグルトみたいなもったりすることもできるから、別にこういうグリークヨーグルトじゃなくても手軽にそこら辺で売ってるやつで全然いいんだけど、私はこのタイプがすごい好きなので買いました。甘くないやつ。ほとんど私の主食これなので、平日は3つ買いました。これはね、賞味期限がそんなに持たないからちょうど1ヶ月ぐらいですね。このくらいかなと思って買いました。あとはスムージーに入れたりとかアサイーボウルに入れたりとかもするので、ヨーグルトだけじゃなくて、なんかよく普段の栄養バランス大丈夫そうですかみたいな聞かれるんだけど、確かに偏りはめちゃめちゃあると思う。一応口に入れるものは変なもの入れないようにしてるというか、いいものがあればいいものを手にするようにして口にするようにはしてるけど、栄養バランスって考えると、そんなにいい方ではないかなっていう感じ。揚げ物とか、お肉とかラーメンとかそういうのも、あんまり平日は食べないようにしてます。この間遺伝子検査みたいなやつのキット買って、自分が何で太るのかとかどういう体質なのかっていうのを知るキットを買って、まだ検査してないんだけど、でね、白米、パン、米は結構太りやすい。私はなんか白米食べた方が痩せますよみたいなよく聞くんだけど、頭では分かってるんだけど、そんなに健康に気を使った食事を白米をプラスしながらできないから、私はこのやり方でずっとやってるっていう感じです。普通の仕事よりも体動かさなきゃいけなかったりとか、朝夜不規則だったりとか、体力勝負のこと結構多いんだけど、撮影とかも本当にいつも長丁場10時間ぐらい撮影してたりとかも結構あるので、体力勝負の仕事なんだけど、それでも全然別に体崩したりとか、たまにね、普通に人並みに崩すけど、そんなに著しく何か弱いとかないので、貧血が起こってクラクラとか、片頭痛持ちぐらいなので、別に私は問題なく、老後とかは分からんけどね、そういう細かいこと言われたら、でも自分の人生なんて自分のねしてることに責任持って暮らしているので別に大丈夫ですっていう感じ。土日は好きなもの食べて何も気にせずね、何も気にせずとはいえども、お米は白米と玄米があるんだったら玄米を選ぶし、ラーメンとかも進んで食べはしない。焼肉とかは全然食べるけど、進んでなんかアルコールも飲んだりもしないし、太りにくいものを好きなように好きなぐらい食べるっていう感じにしてます、土日は。その代わり平日は食べたくないっていうか、食べれないっていうか、マジで仕事してると1分1秒がもったいなさすぎて食を忘れるのと、そんなことしてる余裕がないみたいな感じで、8年間仕事しててもやっぱりゆっくりご飯ランチとかしてる暇が本当に今でもなくて、私は本当食べながら仕事と並行しながら、お行儀悪いんだけどって感じしてるので、あんまり平日の食に興味はないっていう感じです。次、チヂミの素です。これ旦那さんがね取ってきた。チヂミが好きらしい。私もチヂミ大好きなんだけど、韓国とかだと雨の日はさ、チヂミとマッコリみたいな言うじゃん。なんかそういうのやりたいなみたいな感じで買いました。続いてシリアルですね。アサイーボウルに入れたりとか、ヨーグルトに入れたりとか、正しい使い方がどういうのかわからないんだけど、そういうのに入れたりとかしてトッピングしてます。あとなんだ、冷凍食品ね。まず1つ目、こちらトロピカルフルーツミックス。これスムージーにしたりとか、ヨーグルトアサイーボウルに入れたりとか。冷凍系のフルーツは結構本当によく買います。ネットでも買うし、スーパーでも買うし。これはマンゴーとパイナップルとストロベリーが入ってるやつ、 1kg 入ってます。あとこれはマジで欠かせない、常に家にストックがあるミックスベリーっていうのかな、これブラックベリーとブルーベリーが入ってる。あとラズベリー。あとこれ超美味しいから食べてみてほしい、このフローズンチョコバナナってやつ。これもともとセブンイレブンに売ってたのね。もともと甘いもの大嫌いなんだけど、チョコとアイスだけは好きだったの。でも最近ね、チーズケーキとかなんか甘いもの全般が割と好きになってきたの。普通のさ、お菓子とか食べるのはちょっと気が引けるじゃん。でもフルーツだったらいいかなみたいな、バナナだったらいいかなみたいな、よくコンビニで買ってたんだけど、セブンから消えたの。だから見つけた時は即買いしました。こういう感じになってて、表チョコ。続いて牛丼。自らに体に悪そうですね。はい、私は食べません。旦那さんが入れてました。で、今みたいな冷凍系のやつを私はいつもこういうのとか、これはいちご、これはミッ
クスベリーかな、こういう感じでタッパーに入れてそのまんまトッピングして好きな時に好きなようにいつも食べます。あと最後、土日はね健康に気使ってるくせにこういうの食べます、たまーに。今日は旦那さんと夜映画を見ながらお菓子食べようねって約束してたんで、夜ご飯はなしでこれを夜寝ながら食べようかなと思います。でかくない？旦那さんもそんなね大食いじゃなくて、どっちかっていうと小食で、私もそんなにもともとは大食いなんだけど、旦那さんより全然食べる時は食べるんだけど、どれくらいかかるのかっていう感じなんですけど、とりあえず買ってみました。でかいのしかないからコストコっていう感じで以上ですかね。まあ大体これが私の平日のご飯になってくるかと思います。土日は基本的にお出かけして外食することがほとんどなんで、いつも旦那さんが行きと帰りお迎えと送りをしてくれてるんですけど、迎えに来てもらうタイミングでご飯食べに行こっかってなったりとかする時もたまにあるんだけど、基本的にはお家で平日食べるので、まあ、平日のご飯っていう感じですかね。まあ、このくらいあれば、まあ、フルーツをちょっと買い足すぐらい、基本的に1ヶ月の私の食事はこれで持ちます。まあ、アイスコーヒーとヨーグルトとフルーツがあれば生きていけるっていう感じですかね。っていう感じで参考になったかわからないんですけど、本当はこれにアサイーボウルの素もねあると思って買おうと思ったんだけど、アサイーボウルの素売ってなくて、私本当にアサイー大好きすぎて、アサイーブームだからとかじゃなくて、アサイーが普通にシンプルに好き、ヨーグルトも好きで、私ヨーグルト食べるようになってから何が良くなったかって、本当にお通じがもともとね何食べても本当に悪かったの。汚い話、5日間ぐらい出なかったりとかざらにあったんだけど、今は毎日しっかりちゃんと便が出るし、すごくいい。あとヨーグルトの脂質はあんまりなんかそんなに太る感じがしない、個人的に。なんかブルーベリーとかアサイーのああいう成分って老化にすごいいいらしくって、アンチエイジングとかに。確かに私すごい肌が前よりもどんどん綺麗になっていく、ベンジャミン・バトンみたいな感じで、逆にどんどん昔よりも綺麗になっていくっていう感じ。20代の前半あたりから後半差し掛かるぐらいが多分マックスにお酒を飲んでた時期だと思うんだけど、その時とかも本当に暴飲暴食、まあ、平日食べないとかはしてたんだけど、二日酔いでご飯意味わからんものいっぱい爆食してたし、ヨーグルト作ったりとか、本当家事とか一切しないで、まあ、これも家事に入んないと思うんだけど、主婦の奥様からしてみたら全然入んないとは思うんだけど、自分で何かを作って食べるってことがまずなかったし、食材にすごい気を使うとかがあんまりなかったんで、アサイーとブルーベリーは食べるようになってから肌とか髪とかもすごい綺麗になったなって感じるようになりました。なんかね、サプリメントはそんなに、この間韓国にいた時にちょろっとグルタチオンとどうしても便秘って時の乳酸菌腸活しようかなと思って、それのサプリメントを買ったんですけど、それ以外全然何も飲んでないの。ビタミン C とかそういうのとかも飲んでないんだけど、すごいね調子がいいので、やっぱいいのかなっていう気がしました。これをちょっと参考にしてほしいわけじゃないんですけど、食事の内容とかはたまにの置き換えだったりとか朝ごはんだったりとかに参考になったらいいなと思って紹介させていただきました。珍しいでしょ、キッチンからお送りさせていただくの。なのでちょっとたまにはと思いまして動画をつけてみました。ということで以上になります。私はちょっと今日普通に土曜日なんですけど、まだちょっと終わってないことがありまして、仕事で。なので今からお仕事して、旦那さんもお仕事するって言ってたんで、私も一緒にカタカタして映画見ながらゆっくり休んで休日を迎えたいと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。バイバイ。